ファッションラバーの皆さん、こんにちは。どうも、ヒューズの山根です。今回はメゾンマルジェラのアイコン、こちらのノーカラージャケットをご紹介したいと思います。とはいえね、このマルジェラのノーカラージャケットに関しては、これまでね、ヒューズの YouTube チャンネルでは何度もご紹介しているので、今回はですね、2年前の4月にですね、アップした僕がこのマルジェラのノーカラージャケットについてご紹介した動画っていうのをですね、再編集したものをですね、もう一度改めて見てもらおうかなと思ってます。とはいえ、その動画を見てもらう前にですね、2年も経ってますので、僕がね、今感じるこのね、マルジェラのノーカラージャケットの魅力をですね、ちょっとね、先にお話ししようかなと思っております。このマルジェラのノーカラージャケットに関しては、もうマルジェラ好きはもちろん、もうね、ファッション好きの方は一度は見たこと、聞いたことがあるね、アイテムだと思います。で、このノーカラージャケット、最大の特徴は、この名前の通り襟がないこのね、ミニマムなデザインっていうところなんですが、外側からはわからないこの内側に秘めた哲学っていうのがですね、このアイテムには詰まっているんですよ。で、そもそもですね、こちらのノーカラージャケットっていうのはですね、歴史がありまして、メゾンマルジェラの創業者、マルタン・マルジェラが、エルメスのデザイナーを務めていた時にですね、開発したアイテムっていうのがベースになっているんですね。エルメスはですね、皆さんご存知のブランド、メゾンブランドかと思いますが、実はメゾンマルジェラの創業者、マルタン・マルジェラは1997年から2003年までエルメスのクリエイティブディレクターを務めていたんですね。その時に制作したジャケットっていうのを、このね、マルジェラのノーカラージャケットはベースにしているんです。なおかつですね、その当時、マルジェラがですね、エルメスに勤めていた時のブランドコンセプト、いわゆるミニマムなデザイン、引き算の美学ですよね。もうシンプルで洗練されたカッティングっていうのをですね、活かしたもう最高級の素材、そしてその最高級の素材を活かしたカッティングっていうのをですね、ブランドコンセプトに洋服作りをしていたんですが、そういうですね、そのエルメス時代の哲学、そしてマルジェラのデザインコンセプトでもある脱構築、この2つのブランドのデザインコンセプト、哲学をですね、融合してできたのがこちらのですね、マルジェラのノーカラージャケットなんですね。このノーカラージャケットなんですけど、やっぱりこのシンプルさ、ミニマムなデザインっていうのがですね、特徴なんですが、そんなですね、ワードではもうね、収まりきれないデザインの哲学っていうのがあるんですよ。例えば、いわゆるクラシックなジャケットって襟があって、ボタンがあって、そして、袖が本折半の作りっていうのが、いわゆるジャケットの出来入りですよね。ただ、このマルジェラのノーカラージャケットはそういうのをですね、一切排除した。ただ、それでもですね、ジャケットとして成り立っている。つまりはですね、ジャケットの概念をもう変えちゃったっていうのがですね、このノーカラージャケットのすごいところなんですね。ですので、このノーカラージャケットは、一見ね、シンプルなデザインなんですが、その内側にはブランドの哲学、デザインコンセプトっていうのがですね、もう込められた、そんな一着なんですね。はい、ちょっとね、前置きが長くなってしまったんですが、ここからはですね、2年前のね、動画を見てもらいましょう。ただですね、2年前の動画なんですが、編集の方がですね、動画の色、そしてね、内容を再編集してくれました。あとはですね、2年前の動画ですので、今現在のね、僕との違いなんかもね、含めながら、ぜひね、ご覧ください。どうぞ。どうもこんにちは。今日はメゾンマルジェラの正規取扱店のスタッフ山根がこちらのマルジェラのノーカラージャケットをご紹介します。このノーカラージャケットはマルジェラではここ数年人気のアイテムですね。ただハの字レザーとかと比べると発売は比較的ここ最近なんですね。確か7年前ぐらいに初めて発売されたんじゃないかなと思います。なんですがこのノーカラージャケット自体の歴史は古いんです。実はマルタン・マルジェラがエルメス時代にこのノーカラージャケットをデザインしていたんです。それがわかりやすいのがこの本の中にですね、こちらの写真が載ってますよね。これノーカラージャケットを着ているんですよ。ですのでノーカラージャケット自体は歴史としては約20年ぐらいの歴史があるんですね。今日はそんなマルジェラで人気のこのノーカラージャケットをご紹介していきます。僕個人的にはマルジェラの羽織やアウターを一番最初に欲しいと思っている方はこのノーカラージャケットを買えば間違いないかと思います。その理由はこのノーカラージャケット本当に使いやすいからなんです。その使いやすさっていうのをですね、これからお話していきますね。
そもそもこのノーカラージャケットは最上の日常着っていうのをテーマに作られているんです。ですので特別な日はもちろん普段使いでガシガシ着れるアイテムなんです。ジャケットって聞くとちょっとカチッとしたイメージがあると思うんですが、このノーカラージャケットは襟やボタン、裏地っていうのがついていないんです。なのでジャケットの雰囲気を持つカーディガンっていう感じですかね。一般的なジャケットにつく襟だったりボタンっていうのはないので、マルジェラの言う脱構築っていうのが感じられるアイテムなんです。なのでカジュアルにもモードにも幅広いスタイルに合うんです。そしてこのノーカラージャケットはいろいろなシーンで着れるんです。例えば僕はですね、このジャケットと同じ生地のパンツを着用してセットアップで友人の結婚式に出たこともありますね。それぐらいですね、日常着としてはもちろんカチッとしたシーンでも着れるんです。スタイルもシチュエーションも選ばないっていうのがこのノーカラージャケットの魅力ですね。そしてシーズンレスに着れるっていうのもポイントなんです。というのもですね、このノーカラージャケット、素材はウールギャバジンです。ウールギャバジンで聞くと当店だと幼児山本のギャバジンをイメージすると思うんですが、幼児のギャバに比べるともう少しつるっとした軽い感じですかね。ですので春夏秋冬関係なく着れる素材ですね。今の時期はさっき言ったように T シャツの上からパッと羽織ってもらったり、秋口はニットの上から、冬なんかはですね、この下にインナーダウンを着ると寒い時期も着れるんです。このジャケットは季節を問わずシーズンレスに着用できるジャケットなんです。今僕が身長175センチ、63キロでサイズ44を着てこんな感じです。肩幅もぴったりですし、あと身幅も広すぎないですね。着丈もお尻が半分隠れるぐらいのいい感じの長さです。ルーズすぎないちょうどいい感じのサイズ感、レギュラーフィットですね。こちらのジャケット、内側にはポケットが3つついています。こことここ、そしてこちらですね、全部で3つで、裏地はですね、袖裏のみついております。で、袖口は切羽仕様ではないので、袖の長さはですね、簡単に調節できます。なので小柄な方もですね、ご相談いただければ長さを変えることができますね。サイズ感について気になる方はお気軽にご相談ください。今回のご紹介は以上ですね。はい、どうでしたか？もうね、2年経ってもマルジェラのノーカラージャケットはもう色あせないかっこよさっていうのがありますね。やっぱりタイムレス、時代に左右されない魅力っていうのがこのジャケットにはあります。そしてですね、動画の中でも触れていたんですが、最上の日常着っていうね、ワード、もうあれもですね、今聞いてもぴったりだなと思いますね。もうどんなね、シーン、シチュエーションでも着れちゃう、もう本当に万能な一着ですね。まだメゾンマルジェラのアイテムをね、持っていない方はですね、もうぜひね、1着目としてお勧めしたいアイテムです。という感じでですね、動画を見てもらったんですが、同時にですね、2年経ってですね、ちょっと突っ込みどころもですね、多かったですね。個人的には、一番思ったのは、髪型がね、変わってないっていうところ。そしてですね、もうメガネもですね、黒縁で、そんなに雰囲気も変わってなかったですね。ただ、ちょっとだけ喋りが滑らかと言いますか、肩の力がですね、抜けてたかなとは思います。個人的にですね、僕自身がですね、アップデートしなくちゃいけない。いや、というかですね、もう再構築ですね。もう僕がですね、これから再構築していかないといけないなと思っちゃいましたね。そんなね、余談はさておき、今回はですね、メゾンマルジェラのノーカラージャケットの魅力をですね、改めてご紹介しました。この動画を見て、メゾンマルジェラのノーカラージャケットの魅力をですね、少しでもね、知ってもらえたら嬉しいです。そしてですね、マルジェラのこのノーカラージャケット、購入をですね、迷っている方はですね、もうぜひね、お気軽に何かありましたらご相談ください。すでにですね、持っているって方はですね、もう僕のね、知らないこのジャケットの魅力っていうのをですね、コメントしてくれたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。